ずんだもん、何してるの？メタン、いいところに来たのだ。あら、これは有名なバーゼル問題なのだ。平方数の逆数を無限に足していくと、なぜか計算結果に円周率が出てくる。とても不思議な式よね。では僕が今からこれを証明するのだ。ずんだもんできるの？もちろんなのだ。どこかで答え調べてきたのかな？ではまず、サイン X について考えていこう。なぜか急に三角関数のサインが出てくるのが不思議なのよね。サイン X にマクローリン展開という操作を行うと、実はこのような無限和で表せることが知られているのだ。最初からついていけないって悲鳴が聞こえてくるわ。さて、サイン X を別の方法で表してみよう。整数 n に対しサイン nπイコール0となる。実はこの事実を使うとサイン X を因数分解できるのだ。その結果はこのようになる。今の演出は何なのだ？何やら不穏な空気が。まあいいや、続けよう。これは一見変わった因数分解の形だけど、確かに x イコール nπ の時0になるのだ。例えば x イコール0の時はここが0になる。x イコール π の時はここが0になるね。同じように x イコールマイナス π の時はここが0。x イコール 2π の時はここが0という感じなのだ。なんでこんな変わった形の因数分解になってるんだっけ？いい質問なのだ。サイン X を2通りの方法で表したということは、一次の項の係数、つまり X の係数が一致している必要がある。こっちの式では X の係数は1。そしてこっちの式では式を展開するときをイメージして X111 という風に選ぶと一次の項が得られる。これらをかけると X になるから X の係数がちゃんと1になるのだ。なるほど、見事な形の因数分解ね。いや、ずんだもんが考えたんじゃないでしょ。次に隣り合う因数を掛け算して一つにまとめると、まず最初はこんな感じ、次はこんな感じ、あとも同じように続いていくのだ。ふむふむ、なるほど。ここまでの結果をまとめると、サイン X をこのように無限積と無限和の2通りで表せた。では両方の式から3次の項の係数、つまり x3 乗の係数を抜き出して比較するのだ。これもどこからそのアイデア出てきたのって感じがするわね。まずここの係数を取り出すとこうなる。じゃあこっちの式はどうだろう？ x3 乗を作り出すには、例えばこことここを選んで、あとは1を選んでいく。すると確かに x3 乗が出てきて、係数はマイナス π に乗分の1となっている。他にも x3 乗が出てくる組み合わせがたくさんあるのだ。こういう風に選んでもやっぱり x3 乗が出てくる。その係数はこうなってるね。あとは同じように係数を並べていけばいい。最後に両辺にマイナス π 乗をかけると結果はこのようになる。これで目標の等式が成り立つことが証明できたのだ。確かに見事な証明ね。でもどうしたの？なんかうまく言えないけど、この証明を聞くといつもモヤモヤするのよね。まるで証明が終わってないみたいに。メタン、その気持ちはわからなくはないのだ。確かに僕はこの証明の中で無限和や無限積を断りなく有限の場合と同じように扱った。本当は収束性とか式変形の妥当性とか確認しなければならないところなのだ。でもそのあたりは頑張ればちゃんとした説明ができるはずなのだ。まあ確かにそれはそうなんだけど、この部分だけはどうしてもモヤモヤが残るのよね。ああ、この因数分解のところね。そこはこの証明で一番重要なところだからね。僕がちゃんと説明してあげるのだ。じゃあお願いするわ。良いだろう。簡単な例としてこのような二次関数を考える。fx イコール0という等式は二次方程式になっているね。この2つの解をアルファ、ベータとしよう。すると fx はこのように因数分解できるのだ。確かにそうだったわね。この考え方をサイン x に適用してみる。サインはマクローリン展開するとこのようになるから、無限次の多項式と考えられるのだ。いわゆるべき級数というやつね。君はよく勉強しているね。さて、サイン x イコール0という方程式の解は、
x イコール n パイと表すことができる。さっき2次方程式が2個の解を持っていたのと同じように、今度は無限次の方程式が無限個の解を持っていると考えられるね。したがって sinx を因数分解するとこのようになるのだ。一次の項の係数が一致しているのはさっき確認したから、係数も含めてこれは正しい式と言える。まあそれでうまく説明できているような気はする。僕の証明は完璧なのだ。いやでもなんでこの無限積は sinx に一致するのかな。メタン、それは僕が今説明したばかりじゃないか。ちょっと待って。一度冷静に考えてみましょう。とりあえずこの式の右辺はどこかに収束するものと仮定して、その収束先が本当に sinx なのかというのが気になるわ。確かに y イコール sinx のグラフを書くと、これは π の整数 y で0になっている。でもこういう関数を考えてみたらどうかな。これも π の整数 y で0になっているわ。あれ他にもこういう関数だって考えられる。π の整数 y で0になる関数は他にも無数に存在するわ。つまりたくさんある関数の中でこの無限積が表す関数が sinx である根拠がないってことね。そういうことになるわね。もっと別の関数に一致するかもしれない。確かに。じゃあ sinx がこのように因数分解できることを証明しましょう。そんなことできるの？それはやってみないとわからないわ。大変そうなのだ。まあ簡単ではなさそうね。でもその方が面白いでしょう。メタンは頼りになるのだ。では目標を定めておきましょう。今回の目標は厳密な証明ではなく直感的に納得できる証明とします。サインの因数分解を除いて無限を有限と同じように扱ったり、収束性や微分可能性などは気にせず話を進めていきますがご了承ください。了解したのだ。問題となっている式はこれだったわね。隣り合う因数を掛け算して一つにまとめるとこんな感じに表現できるのだ。このままだと扱いが難しいので整理していきましょう。まず両辺を x で割るとこのようになるわね。そして無限積はこうやって表せる。この記号は何だっけ？これは π の大文字でシグマの掛け算バージョンって意味ね。なるほど、便利なのだ。さてこの式をさらに整理しましょう。右辺の π を消去したいので x を πx に置き換えてみる。すると左辺はこのようになる。右辺では分子に π2 乗が出てくるから分母の π2 乗と打ち消し合ってこんな感じになるわ。あとはこの等式が証明できればいいってことだね。ここで厄介なのは見ての通り右辺の無限積ね。無限積よりは無限和の方が見慣れてるから、とりあえず積を和にすれば何か見えてくるかもしれない。こういう時ってどうするんだっけ？対数を取るのかな？その通りね。では両辺の対数を取りましょう。ただし対数の中身がマイナスにならないように絶対値を取ってから対数を取る。すると左辺はこんな感じになるわ。右辺は対数によって積が和になることに注意してこうなるわね。そういえば対数で積を和にするのって無限の場合も使えるの？そこは気にしない約束よ。そうだった。さらにログを消したいので両辺を微分しましょう。確かログを微分すると分数になるんだったね。そうそう、それね。まず左辺を微分していくんだけどちょっと計算が大変なので途中の説明は省略します。メタンは計算早いね。いや、そういうわけではないんだけどね。まあとにかくここを微分した結果はこのようになります。ところでこれって何？コタンジェントのことね。ちょっとマイナーだけどタンジェントの逆数を表す三角関数よ。へえ、初めて見た。私もあまり他では使ったことないわね。さて次は右辺を微分してみましょう。これも途中の計算は省略しますが特に難しいことはやっていません。メタン、解説サボってるね。ではこれらの結果をまとめましょう。まず目標としているのはサインの因数分解の形だったわね。そういえばそうだった。これの両辺の対数を取って微分する、いわゆる対数微分を計算することによってこうなることが分かった。面白い式変形なのだ。サインを無限積で表した式がコタンジェントを無限和で表した式になってる。これでちょっとだけゴールに近づいた気がするわね。そうなのかな？ちょっとわからないけど。ちなみにこの式変形の逆は
積分してから i の型に乗っけるという操作になるわね。実際にやってみると元の等式が復元できるはずよ。正確に言えば微分するときに絶対値を取ったのと同じように積分した結果にも絶対値の記号がついてきちゃうけどね。一応右辺のマイナスの因数をカウントすれば両辺の符号が一致することは確認できるはずよ。ちょっとよくわからなかったのだ。まあここは細かいところなので気にしなくても大丈夫よ。では気にしないことにするのだ。それにしてもこの2つの等式なんか対照的で面白い関係になったね。つまりここからわかることはこっちさえ示せれば目標であるこっちの式も示せたことになるのだ。そういうことね。先にちょっとこの式の意味を確認しておきましょう。ここの x 分の1を辺に移項するとこのようになるわね。確かに。そしてここを部分分数分解してみる。するとこのようになるわ。この式は気持ちとしてはまず最初に x 分の1があってその周りに n=1 に対応する分数、次に n=2 に対応する分数という風に続いていくと考えることもできるわね。おお、なるほど。確かコタンジェントはタンジェントの約数だったね。タンジェントの約数がここまでシンプルな無限和で表せるとは驚きなのだ。綺麗な式よね。ただしこの書き方はちょっとラフな表現だから注意してね。どういうことなのだ？無限和では足し算の順番によって計算結果が変わりうることが知られている。でもこの書き方だとどこから始めてどういう順番で足すかがわからない。そういう意味ではこっちの方が足し算の順番が明確ね。言われてみればそうかも。まあコタンジェントの式の意味が分かったので早速証明するのだ。ずんだもんできる？僕がやるの？うわ、あれなんだろう。もしかしてヒントかな？一体誰が0より大きく1より小さいアルファに対して fx= コサインアルファ x という関数を考えるのか。 x の範囲はマイナス π から π までだね。それでこれをどうすればいいんだろう。不親切なヒントなのだ。区間の長さが 2π なのが怪しいわね。まるでフーリエ展開せよと言われているみたい。そうなの？っていうかフーリエ展開ってなんだっけ？フーリエ展開は周期性を持つ関数をフーリエ級数で表すことね。フーリエ級数というのはこのようにコサインとサインの重ね合わせで表される無限和よ。ただしここで元の関数は周期 2π の周期関数と仮定しているわ。なんかすごく難しい話になりそうな予感がするのだ。お話を続けるわね。フーリエ級数で表したいのは fx= コサインアルファ x だけど区間の長さが 2π しかない。そこで fx を周期 2π で延長して考えましょう。つまり区間の外側にも同じ形の関数をコピーして周期関数にするってことね。変わったことするね。ちなみに fx= コサインアルファ x は偶関数、つまり f-x=fx を満たすから奇関数のサインの項は考えなくて大丈夫よ。ということはコサインアルファ x を定数とコサイン nx の重ね合わせで表現するということになる。ただし n は自然数だけどアルファは0より大きく1より小さいから自然数ではないことに注意してね。つまり今やろうとしているのは fx を定数とコサイン nx の重ね合わせで表すことでそのために係数 a0、an を求めようとしているのかな。その理解で合ってるわ。ちなみにこれまで通り級数の収束性に関する議論は省略するね。では早速 an を求めましょう。ちょっと初めての方には唐突に見えるかもしれないけど係数 an はこの式で計算できることが知られているわ。ずんだもん、あとはお願い。仕方ないな、やるか。まず ft はコサインアルファ t のことだったから具体的に書くとこうなる。それで三角関数の積和の公式を使うとこんな風にコサインの積をコサインの和に変形できるのだ。ここから先は普通に積分して式を整理していけばいいんだけどちょっと長くなるので省略します。それで結果はこうなります。計算早いわね。なんかさっき同じやりとりがあったような。まあとりあえずお疲れ様。ここまでで分かったのは関数 fx= コサインアルファ x を周期 2π で延長するとフーリエ係数の an はこうなるということ。では実際に
fx をフーリエ展開しましょう。するとこうなって an の計算結果を代入して式を整理するとこうなります。最後の方になって説明が雑になってきた感じが。今回計算は多いからね、視聴者の皆さんの負担を減らすためあえて説明を飛ばしているのよ。そうなのかな。ところでこの式、目標としていたコタンジェントの無限和の式とどこか似ている感じがするわね。ここで両辺に x イコール π を代入してみましょう。fx イコールコサイン αx であることに注意すると、実はこのような式が得られる。なんかまた途中の計算が飛ばされた感じがするけど、ちょっと式がすっきりしたのだ。そして両辺をこの部分で割るとこのようになるわ。あれ、これは僕たちが示したかった式と全く同じ形なのだ。ようやくたどり着いたわね。ヒントに従って計算してたらなぜか現れた式って感じだけどね。こんなのヒントがなかったら絶対無理なのだ。まあこれについてはコタンジェントの部分分数展開の公式があって、その証明の一つとしてフーリエ展開を使う方法があるくらいの理解でいいんじゃないかなと個人的には思うわ。僕もその理解で精一杯なのだ。ちなみにこの式はラフに書くとこういう感じだった。そしてアルファの範囲はこう決まっていたわね。あれ、アルファの範囲ってそんなに狭かったっけ。じゃあコタンジェントの無限和はまだ証明できてないってこと？そこは安心して大丈夫よ。この等式の両辺は周期1の周期関数とみなせる。つまりアルファに1を足したり引いたりしても、この等式の両辺は値が変わらないことが簡単にわかる。まあそうかも。つまりこの範囲で等式が成立していれば、アルファに1を足したり引いたりしていくことで、整数以外の全ての実数アルファについてこの等式が成り立つことがわかるわね。ふむふむ、なるほど。ちなみにアルファが整数の時は右辺はどこかの分母が0になってしまう。左辺についてもコタンジェントはタンジェントの約数だから、アルファが整数ならタンジェントが0になり分母が0になっちゃうね。うまくできているものね。ちょっと今回関数の定義域もあやふやだったかも。まあ直感的な理解を優先しているから許されるのだ。そういうことで許してもらいましょう。とりあえずヒントのおかげでこの式が証明できた。従ってこっちの式も成り立つことが分かったわね。個人的には納得できた気がするのだ。結果としてサインの因数分解は正しかったけど、これってたまたまだったのかな。そのことなんだけど、実はワイエルシュトラスの因数分解定理と呼ばれる定理があって、これを使うとサインの因数分解の考え方が正当化されることが知られているわ。へえ、そうだったんだ。っていうか知ってたの？この定理だけでサインの因数分解が完了するわけではないけれど、近いところまで進むことはできるみたいよ。こんなにかっこいい名前の定理を使っても、それで完全に答えが求まるわけじゃないのか。有限次の多項式の因数分解とは違って、無限って難しい世界なんだね。まあそこが無限の難しさであり、面白さでもあるということね。というわけでバーゼル問題の等式が証明できてよかったわ。そういえば本題はそっちだった。今回のお話は思っていたよりずっと複雑なものに聞こえたかもしれない。でもやはりサインの因数分解のアイデアはシンプルで天才的なものよね。この証明ではサインのマクローリン展開を使ったけど、それと同じようにサインの無限定積展開またはコタンジェントの部分分数展開を三角関数の公式として認めてしまえば、証明はずっとシンプルに感じられると思うわ。まあそれだとこの動画の意味がなくなっちゃうけどね。それでは皆さんごきげんよう。ではまた。